皆さんこんにちは、ゆりこです。今日は早朝から写真撮影の仕事があり、すごく暑かったですが、無事終わって鎌倉にあるスターバックスでくつろいでいました。このスターバックスは漫画家横山隆一氏の邸宅跡地。プールや庭はそのままだと聞きます。今日の目的地のオープンは10時。それまで今朝取ったデータを見返します。鎌倉はすでに日中25度くらいだけど、真夏でもホットな飲み物を注文してしまいます。ちょっとだけ店内の様子も紹介しますね。こんな感じ。さて、バスで20分ほどかかりそうなので出発します。6月といえど晴れの日は夏みたいに暑いです。朝の時間は人がそこまで多くなくて気持ちがいい。駅に向かっていきます。鎌倉駅の西口。西口からバス停のある東口に向かう必要がありますが、地下の通路を通っていきます。数年前までスイカで通り抜けることができたのですが、ルールがどんどん増えていって、今ではスイカで通り抜けすることができなくなりました。すでにこのチャンネルで何度も訪れていますが、今日は鎌倉の北西のエリア、二階堂の方面に向かいます。バスに乗車していきましょう。今日はバスがほとんど満席です。普段このバスはガラガラなので、ちょっとびっくり。今日は何曜日か思わず確認してしまいました。どうやらアジサイのシーズンで、いろいろな場所から鎌倉に来る人がいるようですね。本当に緑が美しい時期ですね。鎌倉のメインストリートである若宮大路。由比ヶ浜から鶴岡八幡宮に向かって伸びる鶴岡八幡宮の参道。滑川橋から1の鳥居、2の鳥居を抜け、八幡宮入り口の3の鳥居まで約2キロあると言われています。今日は車内での撮影は難しそう。諦めました。たくさんのおじいちゃんとおばあちゃん。鎌倉は実はシニア層の日本人にも人気があります。特にアジサイの時期にはたくさんのシニア層の方がツアーで鎌倉に訪れます。寺社巡りやハイキングなど、それほど高いお金を払わなくても楽しめる場所や健康維持のためにいいのだと思います。気づいたら目的地に着きましたね。
一条江寒山荘です。前から知ってはいたけど初めて来たスポット。国指定重要文化財で入場料として500円を払う必要があります。早速中に入っていきましょう。おっと、その前にアジサイの写真スポットも見ておきましょう。ここ一条江寒山荘は江戸時代初期に御用清天皇の皇子で摂政関白を務めた一条昭義が京都西鴨に造営した別邸の一部を昭和時代に移築したもので、そのプロジェクトは建築家堀口捨美が担当したと言われています。ちなみに日本建築の移築とは、既存の建物を解体し別の場所で再度組み立てることを指します。日本文化の一つに諸行無常という価値観があります。意味はすべては流れるように変わっていくというものですが、だからこそ今という瞬間が尊いとも考えられます。西洋建築が永続性、石の堅牢さを求めるのに対し、日本建築は壊れること、朽ちることを美徳とすら捉えます。また四季の移ろいに応じて表情が変わるよう設計されているところもユニークかも。時間ごとに変わる木漏れ日、変化を楽しむ縁側や中庭、こうやって四季を感じることができる庭は素敵ですね。日本に海外から多くのフォトグラファーの人が来るのもこの理由があるかもしれませんね。その儚い一瞬を写真として切り取りたくなるかもしれません。人がいて少し混んではいますが、鳥のさえずりと水の音が気持ちいいです。アジサイについての面白い記事を読んだので、少し皆さんに紹介したいのですが、アジサイを風水で考えると、いい面と悪い面の両方の解釈があるようです。一般的にアジサイは魔除けや金運アップのお守りとして、また恋愛成就にもいいとされています。一方で水の気を吸い取り、未婚女性の恋愛運を下げる
あるいは悪い気を吸い取るという解釈もあり、置く場所や状況によって吉凶が分かれるとされています。皆さんは風水や運勢についてどう思いますか？もしかしたらそれらは何らかの合理的な理由が背景にあるのかもしれません。でも何でもかんでも風水で片付けたくないと思う自分もいます。都合のいい時だけ都合のいい解釈をするのがマイルール。さて、こちらは敷地内にあるカフェ山桃亭。写真を撮り終えたら向かいたいと思います。観光客の方はまあまあいますが、それでも敷地が広いので大きな混雑や行列などはありませんでした。この時期どのアジサイスポットも人が多いので、ここは意外と穴場かもしれません。今日も鎌倉は平和ですね。カメラを使うようになって3年ほど経ちますが、マニュアルの設定でいろいろいじりながら撮るのが楽しい。先ほど私が撮ったハートの形のベンチは実はハートのマークではないらしいです。これはイノメと呼ばれるマークで、日本の伝統的な模様の一つで、ハート型に似た形をした図形。イノシシの目の形に似ていると言われることから、イノメと呼ばれています。イノシシは突進する特徴があるため、邪気を跳ねのける対象とされ、目の形にも力があると考えられました。また、火災から守る象徴とも考えられています。自社にはたくさんのイノメのマークがあるので、ぜひ見つけてくださいね。まだまだ日本について知らないことがたくさんあります。この一条江寒山荘はアジサイの季節も美しいですが、紅葉の時期も美しいそうです。秋もぜひ訪れてみたいと思います。370年前に建てられた皇族の別荘。実は事前に申し込みを行うと建物見学をすることもできます。
秋に行くときには申し込みをしたい。さて、撮影が終わったので、カフェ山桃に向かいたいと思います。もともとこの山荘では茶会が催されていたと言います。この建物自体は関係あるかわかりませんが、靴は脱いで上がる必要があります。待合室もなんだかかっこいい。店内はかなり空いていて、好きな席に座っていいとのことでした。外は結構暑かったので、こうして室内で静かな緑を眺めることができるのは嬉しい。さて、こちらがメニューです。白柿のスイーツもヘルシーそうで美味しそうですね。こちらは黒柿のスイーツ、そして季節のお菓子、白玉ぜんざいやわらび餅もあります。ランチメニューもあります。どれも美味しそうで迷います。こちらは英語メニューのよう。オーダーはスマートフォンからセルフでします。最後の最後までどれにしようか悩んでしまいました。わらび餅やぜんざいも大好きだけど、やっぱり期間限定というワードに弱い。散々悩んだ結果、お抹茶と季節のお菓子のセット1500円にすることに決めました。冷たい水が全身に染み渡ります。水分補給大事。早速お抹茶と季節のお菓子がやってきました。今の時期はもちろんアジサイのお花のお菓子でしたね。季節を目でも楽しめるというコンセプトが素敵。こちらはお抹茶などと一緒に楽しむことが多い練り切りと呼ばれる伝統的なお菓子。白あんをベースに求肥などのつなぎを加えて練り上げたもの。季節の花や風景、干支や行事などをモチーフにしたものが多く、職人の技術によって繊細な表現が可能となっています。味もちゃんと美味しいです。いつか練り切りを作る経験などもしてみたいな。あんこは基本的に豆なので体にもいいです。口の中が甘いので抹茶を飲むとすっきりします。静かな店内でお抹茶とお菓子をいただく瞬間が最高。皆さんにもぜひこの瞬間を味わってほしい。
完食したのでお会計をしに行きます。日本のお会計の仕組みは難しい。お店によってルールが全然違います。1500円を払って行きます。初めて来たけど、ここはとてもいい場所でした。観光客がわんさかいる他のエリアと違って、とても静かで落ち着きます。皆さんもぜひ370年の歴史と庭園の美しさを感じに遊びに来てね。今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。